ガイドさんはスパイか、観光してる私を監視する人なんですよ。なるほど、観光客がキム・イルソン、キム・ジョンウンの何か悪口を言っちゃったとしたら、うわ、英語とかロシア語とかそういうので言っちゃったとしても、じゃあそういう世界の言語分かってる人がもう聞いてるんだ。もう挨拶も10度挨拶。あ、もうこれぐらいダメなんだ。ダメ。よみたいな、もう絶対ダメ。ダメ。もう殺されちゃいます。でもやっちゃいけないことだけやらなければ、多分大丈夫だと思うんです。無事に帰ってくると思うんですけどね。ビヨンドボーダーズ始まりました。今日も聞きたいことがあります。はい、どうぞ。北朝鮮に今は日本はね旅行は行けないんですけど、なんか今まで行った人とかもいたりとか、いますよね。そう前にアメリカ人が北朝鮮に旅行に行って、なんかポスターかなんかを取っちゃって、おとんびょさんね、そうもう捕まっちゃってね、拷問されてっていうのを聞いて、北朝鮮でやってはいけないこと、旅行に行った時にしちゃいけないことっていうのを聞きたいなと思って。いいですね。私の店に結構北朝鮮に興味があったり、そんな人たちがたくさん来るんですけどね。私北朝鮮旅行行きたいんです。でも行った時やっちゃダメなことなんかありますかと聞くお客さん結構いるんですよ。やっぱりいるたくさんいるんですよ。それでいろいろ教えたりするんですけどね。それを皆さんにそしたらはい話しようと思ってます。お願いします。はい、外国人も国内の人も同じなんですけど、北朝鮮行きました。そしたらもうガイドさんが必ずつくんですよね。ガイドさんは必ず個人で私があっち行きたいあっち行きたい絶対ダメ。ダメなの？絶対。自由の旅行じゃないんですよ。北朝鮮行った瞬間からはもう携帯も全部没収して自分携帯持っちゃダメ。そうでも今中にあるなんかSIMとかを取って北朝鮮のを入れたりすると大丈夫らしいんですけど、私がいる時代とかまでは本当に私の親戚とか来ても使わないようにするか本当になんか預けるかだったんですよ。最後の方はもう全然それでもさっとカメラ撮ったりしたんですけどね。危ない怖い。でもそこは朝鮮ソ連関係だったからちょっと観光客とちょっと違かったかもしれないですよ。ゆるいと思いますよ。でも本当に観光しに北朝鮮行きました。それはガイドさんが必ず一番最初どこ行くかどこ行くと思います？一番最初ですよ。北朝鮮行ったらわかります。わかります。どこですかね。イルソン、キム・ジョンウンの銅像。そう正解です。必ずキム・イルソン、キム・ジョンウンが銅像行って挨拶をするんですけど、挨拶する時もいろんなルールがあるんですよ。いろんなルールがあって銅像の前で写真撮ったりするんですけど、必ず立ってってちゃんと写真撮らないとダメ。もう全くダメ。絶対ダメ。イエーイとかこうやってもうダメ。差し指は絶対ダメ。これは捕まえちゃいます。危ないんですよ。これはダメ。もうこれはありえない。これです。これです。これがこれですね。もうたたえる。そう必ずこれはもう気をつけてください。北朝鮮の人も外国人の人も同じ。それでそうセルカーとか写真撮るじゃないですか。カメラでセルカーとか撮るためにはキム・イルソンの銅像が結構大きいんですよ。だからそれ足から頭の上までちゃんと出ないとダメなんですね。上半身だけ絶対ダメ。こんなイエーイとか言って足が切れてるとか絶対ダメ。写真撮る時もガイドさんに写真撮ってもいいですかと聞いて撮らないとダメです。そしたらだいぶ遠くに行かないと。遠くに行ったり自分がちょっと横になってしてこう撮らないとダメなんだけどこれもダメです。ダメなの？もうその下に横になって撮った絶対ダメです。しゃがんでとか絶対ダメです。そうなんだ。これは本当に注意しないとダメなんですね。それで北朝鮮は一番気になるのは北朝鮮の住民たちどんな生活してるのかすごく気になると思いますよ。皆さんもね。そうですよね。どんな生活してるのかを見たいんですけど、それで
北朝鮮も人が住んでるところからあちこち人がいるんですけど、私がいる時も外国人の人たちたくさんあったんですよ。地下鉄の下とかでもね、お今日観光客多いねとか思ったんですけど、それでこの人になんか聞こうか、インタビューとか聞こうか、ダメです。絶対ダメです。北朝鮮の普通に生活してる人に話しかけちゃダメなの？ダメです。絶対ダメです。例えば道が分かんなくて、すいませんここどこありますか？一人では行けないからそんなこともないし、ガイドさんがそっかいるから、そうだね、ずっといるからね、ガイドさんが。ガイドさんに聞けばいいし、もうガイドさんがスパイなんですよ。ガイドさんはスパイか。この国を観光してる私を監視する人なんですよ。なるほど。その人にワイルちょっとあげたらちょっと緩くなるかもしれないんだけど、絶対ダメなのはダメ。さあ私と一緒に写真撮りましょう。ダメです。ダメ。北朝鮮の人と写真撮るのもダメ。ダメなのがばっかりなんですよ。でも皆さんも行きたいですか？それでも。それでも行きたい方いると思うんですけど、ダメなことはちゃんとね覚えた方がいいんですよ。オパウォンビアさんみたいになる。危ないから。北朝鮮は本当にあっちこっちに洗脳のプロパガンダ用のこれがいっぱいあるんですよ。ポスターとかがいっぱいあるんですけど、キム・イルソン、キム・ジョンイルの写真ももちろんあるし、同情じゃなくて写真もあるんですけどね、写真の人これじゃダメだよね。キム・イルソンの将軍様は私たちと一緒にいますみたいな字が書いてるタオみたいなのもいっぱいあるんですよ。平壌市内石碑みたいな。そう記念碑みたいなの記念碑のね。そこにも越したらダメよね。だからこれは絶対ダメ。もう絶対ダメ。これは指差しはダメ。指差しはダメ。それでホテルを行きました。ホテル行ったらもう北朝鮮のホテルは盗聴器がある。盗聴器ね。これは事実です。本当にあります。それでヤンガクトホテルも1、2、3、4階までエレベーターの階段があって、急に5階のパターンがないんですね。それで6階7階あるんですけど、ホテルの中は一般の住民はほとんど入らないから観光客のために作ったんですよ。一般の人は5階のボタンがないのか4階のボタンがないのかは分からないと思うんですけどね、私は親戚から結構日本から来てたからヤンガクトホテルでもいたし、コリョホテルでもいたし、平壌ホテルでも市内にある有名なホテルはほとんどいたんですけど、ホテルの一部は同調する人たちがそこで仕事をしながらずっと聞くんですよ。もう一つ部屋全部あるんですよ。じゃあそこに常に重鎮してるんだ。そうで聞いてるんだ。うわ必ず愛の不時着でも出てきた。そうあります。部屋だけじゃないんですよ。地下1階とか食堂にも盗聴器があるんだ。もう全部あちこちいっぱいあるんです。そこで例えばその海外の観光客がキム・イルソン、キム・ジョンウンの何か悪口を言っちゃったとしたら、うわ英語とかロシア語とかそういうので言っちゃったとしても、じゃあそういう世界の言語分かってる人がもう聞いてるんだ。全部同調してそれレコーディングしてその言語で話したらそれをできる人に全部聞いてやって、じゃあもうキムファミリーの悪口は絶対ダメだよね。絶対ダメ。それで名前だけ読んでもダメですよ。キム・ジョンウンとかキム・ジョンイルとか名前だけ読んでもダメ。皆さん絶対ダメ。キム・ジョンウンの石碑すごかったよねみたいな。絶対ダメです。そう今娘さんのキム・ツエさんも今出てるんじゃないですか。子供じゃないですか。50代のおじいさんおばあさんたちがキム・ジュエのこともキム・ジュエって名前で言っちゃダメ。絶対ダメです。ダメです。危ない行かないで。絶対行かない。危ない。ベッドがあって横にサイドテーブルがあるんですけど、その後ろを見るとテレビと電話しかないのに線はいっぱいあるんですよ。線がいっぱいある。本当にね、私も1泊だけこれホテルで寝たことがあるんですよ。親戚が日本から来た時ね、遅くまで地下のカラオケで歌って、その後もう行けなくなっちゃったからタクシーで帰ってもいいんだけど、これホテルで寝たいからここで寝たいして1泊だけね
ホテルで寝た時があるんですけど、もう気になるからもうワクワクするし、もう眠れないんですよ。だからもうそこで悪口はもう絶対喋れないんだけど、もう何があるの、もうあっちこっち見るんですけど、監視カメラとか見られてるんじゃない？監視カメラはないんですよ。それはないのよかった。盗聴器だけね、耳から聞くのだけ。でも線がもう本当に何十個あって、なんでこんな線がいっぱいあるんだと思ったんですよ。そう。でもその中は本当にそんな線がいっぱいある必要がないんじゃないですか。そうだよ。テレビと電話、それもフロントと連結してる電話しかないのにね。盗聴があるねとしたら、それ探してなんか見つけて消せばいいんじゃない？それもダメなんですよ。そしたらもう本当にどこかが行くかわからないからね。家戻るのはもう本当に遠い話になるからね。そう怖いんですよね。すぎる。そう、それで地下鉄に入りました。地下鉄入って地下鉄に人いっぱいいる。もう携帯今ダダダダやってる。うわ、何をやってるんですか？とか北朝鮮の携帯見てもダメ。北朝鮮の人のやってる携帯を見ちゃダメなの？見ちゃダメ。話しかけてもダメ。話しかけてもダメなの？地下鉄の中でね。そうだから北朝鮮の人と中民の人たちとは喋っちゃダメ。ダメなんだ。それなんです。もう北朝鮮人たちはいいんだよね。普通に大丈夫はね喋るんですけど、観光客はダメなの？観光客と喋っちゃダメ。それ最初にガイドさんにそういう説明とかはされるんだ。そうだからかけないでくださいとか、話しかけないでくださいとかね、話するんで、それで本当に話気になるからもう守る人ほとんどいないじゃないですか。喋ようとしてるんですよ。本当にガイドさんこんな目にして怒って喋らないでくださいとか言うんですよ。怖い怖い。そうするんですよ。そうそれでレストランとか行くじゃないですか。それもガイドさんが私のママもお店やってたから分かるんですけど、私の店に観光客が来てほしいとしたら、ガイドするその会社があるんですよ。その会社の人にワイルとかあげるの。なるほど。それで私の店に連れてきてと。ツアーガイドにね。そしたら観光客の人団体とか個人でも連れて店来たりするんですけど、その時もともとはね、ホールサービングしたりする人たちに話しかけてもダメなんです。もともとダメ、それルール的にダメ。お水くださいとかそういう。そんなのは大丈夫なんだけど、なんかどんな生活気になるじゃないですか。気になるからそういうこと聞いちゃダメ。お肉焼いたりする時なんかいろいろ話しかけたりするんじゃないですか。何も喋らないで酷使するんじゃないから、その時話しかけてもダメなんです。でもその時このガイドさんと一緒に行って一緒に食べるから、ガイドさんにちょっとお金あげて。ソービングしてる人たち、可愛い女の人たち、たくさんやってるから、そこで一緒に歌ったり、一緒に写真撮ったりする方が多いんですよ。それはいいんだね。賄賂あげて。賄賂あげて。でもそこは盗聴器ないから。ホテルの食堂じゃなくて別の食堂だから。飲食店は大丈夫だから、そこでは OK なんだけど、外国人のためなそんなとこは絶対ダメなんですよ。それでホテルのあっちこっちに本当にいろんな血がついてる、それがあるんですけどね、ポストがね、それを本当にお豆苗さんみたいに、いやこれすごくいいね、これちょっとお土産みたいに記念に持っていこうかなって取った絶対だ。もうそれは死刑だよね。死刑になるんですよ。いっぱいやりすぎてね、北朝鮮はダメなところがあるので、ご飯食べたりもいろいろするんじゃないですか。もしそのご飯がもうファミリーが美味しいと言った冷麺でした。でも食べたのになんか私と合わない、美味しくないとかダメ。それはね、キム・ジョンウンとかキムファミリーのね舌をね否定することになっちゃうからね。そうなんですよ。だから全部さ、その話しかけちゃいけないっていうのも、このもし北朝鮮人が辛いんですとかそういうことを言わせないために全部見せかけのね、もうそういう国だからね。そうだからもう今はもう国連の制裁でいろいろ物が入らないんですけど、前は結構ニュージーランドとかあっちこっちから物が結構入ったんですよ。ただでなんかもらうのあるんじゃないですか、この国大変だからあげようとか、米とかね、支援みたいな、そうそんなのがあったんですけど、学生たちに、幼稚園の人たちに、保育園の人たちになんかお菓子とかね、ビスケットとかを私も食べた記憶があるんですけど、本当に1人1個なんですよ。このぐらいちっちゃいの1個ずつ食べて、その後
外国人と白人の人たちが来てインタビューしたの。美味しかったの本当に食べたのが、そんなのをやったんですけど、全部やらせるから練習するから、練習練習。美味しかったですっていう。美味しかったさ、そうみんなの前で歌ったりして、それをもうそうもう将軍様もありがとうございます、歌もあるんですよ、子供たちがやる歌。子供たちがやる歌もみんなそれでやらせて練習して、それもね、その後外国人が質問するんですよ。なんかこの間なんとか美味しかったとか聞くと、それも練習してね、すごく美味しかったです、たくさん食べましたとかね、嘘つくセリフを。そうでもそれを私インタビューしたいからそれ OK ですか、国が OK したからインタビューするんですよ。でも OK はそれサインもらってないのに勝手にインタビューしたらダメだ。もうすごいね。だから北田さんその作り込みがね、本当にどれだけ作り込むのっていうね。北朝鮮旅行行くと私が言ってるのは、北朝鮮旅行私行ってきました、2回行ってきました、3回行ってきましたする人たちも私の店にたくさん来るんですけど、旅行行ってもちろん平壌市も行って地方の方も行っていろいろもう経験した人たちが韓国の人より日本の人が多いんですよ。そうなの？本当に韓国人は韓国語がダメだから、北朝鮮の韓国ね。でもこのコロナ前までは北朝鮮 OK だったから、日本人はだから日本の人結構北朝鮮行ってきた人たち多いんですけど、本当にもう北朝鮮が作ったこのなんかスタジオの中でその中の経験をいろいろして裏側見てないんだね。見てないんですよ。だからマンションも前のピカピカ中身は本当にいろいろ大変なんだけど、外国人この中身は入れちゃダメだから。外から見るだけでね、それすごい綺麗だって、結構街もすごい綺麗って聞いたことがある。まあもう街は綺麗なんですよ。それもう金正恩が平壌市内は私がいる時からもそらゴミ一つもないようにしてとしてすごく綺麗にしたから。でももう旅行行って私が個人的にあのマンション気になるから行こう、ホテルから歩いてダメもうだからもう北朝鮮行って個人的に私がなんかやりたいのは何もできません。そうだよね。そうだからもうその旅行行った方々楽しかったのかな。多分新しいのばっかりだから楽しいのは楽しいと思うんだけど、表だけを見せてもらって、そうだからもう北朝鮮のいいのばっかり見せるんですよ。東条行って東条もすごく大きいし、その周り綺麗だし、見えるのはいいんですよ。その後は私が参加してたアイランみたいなのをまだ見せるんですよ。そうなんだ。すごいでしょそれ。服は近く見るとボロボロなんですけど、もう遠くから見るとね、ライトでもうピカピカしてるから、遠くから見るとみんなも同じ動いてるから、あれはすごいよね。すごいと、わあすごい、北朝鮮すごいと思うんですよ。でも中では小学生をね、お手洗い我慢して膀胱炎になっちゃったりね。裏のはそんな大変な苦労があるんだけど、見る人はすごい。なるほど。その後料理も美味しい。美味しいんだね。美味しい美味しい。みんな親切。そう、ガイドする人も親切なんですよ最初。スパイなのにね。個人的になんかやらなければ親切。それで最後私ワイルもらえばもっとラッキーと思ってニコニコしながらガイドしてあげるから、そうだからいいと思いますよ。なるほど。旅行でね行ったらね。そうそうそう。ちょっと怖いけどね。怖い。だから怖いんですよ。それが怖い。だからもちろんこの全世界にも旅行行って危ない国もたくさんあると思います。今戦争してる国とかミャンマーとかも危ないところはいっぱいあると思うんだけど、それでもその危ない国で個人的に私が写真撮ってその人と喋ったりしてダメなその国は多分北朝鮮しかいないんじゃないかなと思ってますよね。話しかけちゃいけない国なんてない。写真撮っちゃダメ。写真もダメなんて、堂々全部入れなきゃいけないなんて。登場の前で座っちゃダメ。ダメなんて。挨拶もこれダメ。90度挨拶。あ、もうこれぐらいダメなんだ。ダメ。もう90度。90度。ペコリ。そうです。それで帽子かぶっちゃダメ。登場の前は。登場の前はね。そうです。登場の前でおよみたいなもう絶対ダメ。ダメ。もう殺されちゃいます。お家には帰られなくなります。私は絶対行きません。そういろいろ。だからもう私も
いやーよくそこで25年間生きていたんだ本当ね。だよね。そうなんですよ。だってさ、小学生とか中学生ちょっとふざける時代ってあるじゃん、なんかそれでイエーイみたいなさ、そんなねないのね。もうちゃんと教育されてるからね。そうですよ。そあれでる意味素晴らしいけどね。北朝鮮のお金に必ずキム・イルソンの顔が入るんですけど、この札反応してもダメだから。そうだ、大学時代にさ、そうゲームやっててお尻にそれはもうありえないんだから、その子たちねもう捕まっちゃったのね。そうそうそう、退学されてもうありえなくなっちゃったので、北朝鮮は結構いろいろ不便なのがたくさんあります。だね。観光とか行くとね。本当に。それでもう新しいの経験するためにはいいと思うんですけど、一応危ない危ないのがね。ね。本当に。でもやっちゃいけないことだけやらなければ、多分大丈夫だと思うんです。そうか無事に帰ってくると思うんですけどね。怖いよ。無事に帰ってくると思うんですけどね。怖い怖い。そうそうそう。なるほど。今日もありがとうございます。こちらこそありがとうございました。皆さん気をつけてくださいね。はい。絶対にこれとかダメだし、北朝鮮行ってね、もしまた行けることになったらね、そうです。気をつけて行ってきてください。はい。ということで今日も見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。またねー。